こんな感じで順序よくね、やっていくと効率よくタイムを縮めていくことができるよと。皆様こんにちは。いつもご視聴くださりありがとうございます。本日はですね、以前お話ししていたどれぐらいで速くなったのというのは一旦置いといてですね、最短ルート。私が記憶をなくした場合、または私のクローンにルービックキューブ揃える場合、こういうルートでやっていくと効率よくタイムを縮めていくことができるよというお話をさせていただこうと思います。これね、実際揃えられるようになった人みんな持ってると思うんですよ。いろんな方が見てくださっている中で、実はね、この動画を撮る前に6面完成の動画撮ってたんです。ですけど、私の動画を見てくださってる方ってまずね、F2L とかそういう技術的なところだったり、早くするためにはどうすればいいのかということに非常に興味を持ってくださっている方が多いんですね。で、それは私がやってきた話を、へえ、そうなんだなんて思って聞いてくださっているのは分かってるんですが、一言言わせていただくと、皆さんね、お上手なんですわ。めちゃめちゃ上手な方たちばっかりが見てくださってるので、6面完成、出しとけばね、YouTube は10年、20年と動画が残り続けるので、誰かのためになるかなっていうのはあるので、ちょっと気が向いたら6面完成の動画とかは出してみようかなとは思うんですが、これはその1個先の話ですね。6面ができるようになったよというような方に、どういう順序でやっていくと、効率よくタイムを縮めていくことができるかなというお話をしようと思います。回し方の説明をちょっとだけ入れてます。OLL の十字のパターンと、Y パーム、H パーム、Z パームだけかな。あとは U パームの M 列を使ったやつ。とかの13個ぐらいの回し方を説明しているので、もし十字の OLL とか覚えてない方がいらっしゃったら、ぜひ見てみてください。では、ちょっと説明をしていきましょう。一番最初なんですけれども、まず完成できるようになったぜっていうのは、私の場合で言うと T パームとスーンだけで教えるんですね。今目の前にできない自分がいたとしたら、十字をこんな風に組んでいかないといけないんだよと。で、横の色の形とかっていうのは、どんなにぐちゃぐちゃにしても、青の反対は緑だったりとか、そういう構造を分解して説明してあげて、ぐちゃぐちゃにしても絶対オレンジの反対緑じゃねえよ。赤だから、赤の黄色とかをこうやってちゃんとクロス組まないといけないんだよ、みたいな説明をしてあげて、で、気合で頑張れと。これも点の状態か、6時の状態か、9時の状態か、10時。4パターンしかないよと。で、今回は9時の形が出てきてるから、手前を1回倒してあげて、アンチセクシームーブ1回やってごらんと。アンチセクシームーブ1回やって、手前を元に戻してあげると、十字の形出るよねと。で、こっから、このスーンっていう1個しか白が入ってなくて、ないっていう形をとりあえず気合で出してくれというような感じで、スーンの動かし方っていうのを教えるんですね。で、このスーンの教え方もですね、ここ。まず覚えなきゃいけないこと1個目ですね。スーンなんかは、ここのブロックに注目してみて、右手で回す場合は、ここのブロックがお散歩するだけですよと。手順を覚えるっていうよりは、このブロックがここに出てきて、ここに追いやって、ぐるっと戻してあげるだけだよと。これだけ見てなという風にやると、多分覚えやすいと思うんですよね。1、2、3。ここにいますよね。で、1回4で、ここに持ってってやって、立てて、ここに持ってくると。ポンポン。ここに持ってくれば元戻ってるでしょと。ただお散歩してきただけだよねというような感じで、数を覚えてもらって、で、こうやって入ってるやつがね、手前にあって、どっちに上の色がついてるかなっていうのを見てあげたときに、こういう状態、ないっていう状態であるっていうのを手前にこうやって向けたときに、右側面に上の色がついてるのか、左側面に上の色、今回で言うと白、どっちについてると、右ですと。じゃあ右手でスーン回してみと。これが一撃で揃う動かし方なんだよと、スーンってやつのね。っていう感じで覚えさせていってですね、1個スーンを覚えますよね。で、その次にカドッチョ。この車のヘッドライトみたいなやつですね。ここ、無視して同じ色があるよねと。こんな感じで同じ色ないよねと。同じ色があった場合っていうのは、あったやつを左側で持ってあげて T パームという動かし方をしてみてねという感じで、T パームなんかもね、セクシームーブやってあげた後にグルーンのポンポンで回してあげて、セクシームーブの最後の一手がここ。最初ここだったけど、ここになるだけだよ、みたいな。T パームなんかもね、こんな感じで教えて、覚える手順っていうのがスーンと T パームだけなんですよね。
穴ぼこ4つあるときちょっとめんどくさいけど、とりあえずスーン回してみと。で、スーンを回してあげたら、必ずこうやってなんか手前の3点交換できるから、最後、揃ってる面を向こうに向けてあげて、手前の赤ってやつって、右側にいるかい、左側にいるかいと考えたときに、右側にいるんですよね。右側から持ってきたいから、右手でスーン回してごらんと。1、2、3、4、5、6、7、8。一回、右手で回したから、右に向けてあげると、左手でスーンやってねっていう形が出てきてるんですよね。だから左手でスーンをやってあげると、はい、めでたく完成ですよと。こういう感じで6面揃えられるようになったよというのが、私の、教え方なんですよね。で、そうなった時に、もうちょっと早くするためにはどうすればいいかっていうのを考えた時に、まず、T パーム、2回回さないといけないパターンっていうのが出てくるんですね。なので、6面を揃えられるようになって、今、この揃え方ではないですけど、一応スーンと T パームで揃えてるよっていう方がいらっしゃったら、次はこの段階に入るといいと思います。この場合、ヘッドライトがあったら、一発で T パームっていうのをやってあげると、これとこれを交換するんで、一発で角っちょは全部揃うんですね。例えば、こんな感じで、角っちょに同じ色がないよと。ここですね。ない。っていう時には、T パーム2回回さないといけないんですよ。で、それがめんどくさいと。で、その時に、私は、いやいや、角っちょ同じ色がない時って、ちょっと体格見てごらんと。これ、綺麗だよねと。オレンジ、青、みたいな。で、体格のここも綺麗だよねと。こういう構造になっちゃってんだよね、ということを説明した上で、じゃあ、これとこれ交換できれば、一発で T パーム2回やらなくてもできるじゃんという感じで、Y パームという動かし方を私は教えます。6面ができるんだけど、T パームとスーンぐらいしか覚えてないよっていう方は、2段目。こんな感じですね。早くしたいパート2。その1。Y パームと H と Z を覚えてみてください。回し方の説明をします。Y パームは非常に簡単で、T パーム、ちょっと先に T パームを見てみてください。T パームっていうのは、1、2、3、4っていう動きと、1、2、3、4という一番最後の4がここを回すのか、ここを回すのかというやつの真ん中に、ぐるんのポンポンっていう謎の動きが入ってるだけなんですね。そのぐるんのポンポンっていう謎の動きが入ってるんですが、その順番を変えてあげることでですね、対角交換の Y パームっていうのができるんですね。いきますね。手前を一回右側にコテッと倒した後に、T パームでいう2個目のぐるんのポンポンってやつを回してみてください。ぐるんのポン、戻すポン。これを回した後に T パームの最後の締めの動きを回してみてください。1、2、3、4のやつです。4がここになるやつ。1、2、3、4。そして一番最後に T パームで一発目に回さないといけない普通のセクシームーブを回してみてください。4がここになるやつですね。1、2、3、4。手前を倒してるんで、手前を元に戻してあげると、こんな感じで対角交換ができているので、ヘッドライトがない時に一撃で角っちょを揃えることができるんですね。効率いいよねという感じになってきます。で、その次に穴ぼこ4つ出てくるんですよね。角っちょはとりあえずヘッドライトがある時には T パームを回してドン。ヘッドライトがない時は Y パームでドン。角っちょ全部揃えられる。となっても、これがね、ある意味一番鬱陶しいんですよ。4回スーンをやってあげないといけないんで、めんどくさいんで、この回し方非常に簡単なので、じゃあ、穴ぼこ4つのパターン2つしかないから覚えておこうよという感じで H と Z を私は教えます。今ちょっと Z パームが先に出てきているので Z パームの回し方を説明しますね。Z はね、過去に動画を出してるやつで説明をしているのでご存知の方も多いと思いますし、初心者の方に向けた回し方なのでもっと効率のいい回し方あります。ただもし Z パームを覚えてない方はこの回し方ができるだけでやっぱ時間短縮ができるのでよかったら覚えてみてください。Z パームっていうのはお隣の交換です。隣接交換と言いますね。反対も同じようになってます。青とオレンジね。なので、手前と右交換持ってみてください。つまり、これでも OK です。これとこれを交換したい。こういう向きで持ってほしいんですね。回し方が非常に簡単です。真ん中はもう無視して大丈夫です。なぜならば、2回、2回、2回、
2回。これしかやらないからです。なので、真ん中無視してください。上だけ、1、1。手前に倒して、2、2。これで Z が回せます。1、1。手前にひっくり返して、2、2。はい、こんな感じ。今度は、向こうと交換したいっていう形なんですよね。これとこれの交換。これとこれの交換の4箇所、穴ぼこが開いてるよっていう形の回し方ですね。で、これはどの向きで持っても大丈夫です。さっきの Z は指定がありましたけど、これはどの向きで持っても大丈夫です。また真ん中は無視してください。なぜならば、これだけだからです。上の動かし方が、1、2、1になるだけです。やってみます。1、2、1。おしまい。すぐに上の形が出てきたときに、ヘッドライトがないってなったときは、Y パームを回せばいいし、ヘッドライトがあるってなったときには、T パームを回せばいい。で、穴ぼこが4つのパターンか3つのパターンになるので、4つのパターンが出てきたときは H と Z を回せば一撃で揃うし、3つのパターンができたときはスーンを回せば揃うし、という感じになるんですね。動画の途中で話がちょっと飛んでると思うんですけれども、言い忘れちったな、しまったなと思って別の動画にしようかなと思ったんですが、せっかくなので動画をちょっとぶっ込んでおきます。U パームはこれ説明をしなかったんですが、この説明の方法でいくならば、この辺で覚えるっていうことになるんですけれども、ここで U パームを覚えちゃってもいいと思うんですよね。何気にスーン結構回すのめんどくさいんで、この辺で U パームを覚えてしまってもいいと思うんですけれども、私がおすすめする U パームは M 列を使った U パームをおすすめします。理由がですね、後々ちょっと聞いてくることなんですけど、AUF がやりやすい。ということなんですよね。別向きで回す方法を覚えろっていう話なんですが、私は R を使っていく U パームの AB しか覚えてないんですね。そしてこの向きでしか回せないんです。背面とか横向きとかで U パーム回せないんですよ。覚える気がないので。なんですけれども、M 列おすすめする理由としては、最後の位置合わせですね。で、どういうことかっていうと、例えば、これ U パームの B なんですけど、私はこういう回し方、気分によって結構変わってくるんですけど、こういう回し方をします。はい、終わった時こうです。U2 どうしますっていう話なんですよ。困っちゃうんですよね。なので、私は U パームの時の AUF が非常に苦手でですね。U パームを回す時っていうのは、できることだったら M 列で回しておくといいと。で、先に U パームの A、B の M 列の回し方を説明しておきます。右側から持ってきたい時っていうのは、反対向きに動かす。左側から持ってきたいときっていうのは、U 面のこっちで動かす。ちょっとね、覚えにくいんですよね。これをこっちに持ってくるときはこうだなとかだったら楽なんですけど、逆って覚えておけばいいと思います。私はそうやって覚えましたね。右から持ってきたい U パームの B ってやつだったときは、こっちの動きになると。U の動きがですね。で、こっちから持ってきたい U パームの A だったときっていうのは、こっち向きになるというふうに覚えておけばいいと思います。M 列の動かし方、2回動かした後、1回立てるという感じなんですが、一応回し方の説明をします。ゆっくり2つとも回しておきますね。こっちです。B はこっちです。2回回して、向こうに送って、押し込みます。立ててるだけです。押し込みます。押し込んであげて、2回戻してあげて、こっちです。こんな感じ。U パームの A です。こっちから持ってきたいという時にはこっち向きになります。U の動きがこっち向きになる。2回こっち押す。2回押す。2回か。こんな感じです。で、最後の位置合わせが、例えばなんですけど、この状態なんですよ。この状態で終われるんですよね。U もできるし、U2 もできるし、U プライムがちょっと苦しい。こういくのか、パッと持ち帰ってこういくのか、わかんないですけど、とにかくね、U パームは M 列を使った回し方の方が私はいいかなと思います。こういう状態の時に R だけでやっていく回し方で回してしまうと、こうなっちゃうんですよね。フィニッシュが。私の場合こうなんですけど。
どうすんのっていう感じなんですよね。ここからよいしょよいしょポンみたいな感じになるので、AUF がちょっと苦しいというところがありますから、まあ最初から位置を合わせてパンって持ち替えてやればいいっていうのもあるんですけど、基本的に位置合わせって最後にやる方が効率がいいと私は思ってるので、まあ、この形だと思ったら揃えた後に位置合わせをしてあげるというふうに考えるのであれば、ム列回しが一番いいんじゃないかなと私は思います。で、いやいや、こいつが大変なんですよと。早くしたい。その2ですね。十字の OLL ってね、本当に大変なんですよ。で、どういうことかっていうと、十字の形っていうのをこれ出してあげてですね、私はね、多分ですけど、30秒を切るぐらいまで寸しか覚えてませんでした。これ本当です。寸しか覚えてなかったんですよ。ですけど、これ非常に効率悪くて、実際ね、寸以外の5パターンの十字の OLL で、どっかの向きで寸を回せば、次絶対寸が出てくるんですよ。絶対出てくるんです。それを覚えちゃってもいいんですけど、もうせっかくだったら、十字の OLL って非常に回し方が簡単なので、覚えちゃった方がいいと思います。なので、ここ、いちいち、例えばこうやって頑張って、スーンを回して、スーンの形出てこねえな、みたいに粘るのって結構時間かかるじゃないですか。なので、ここを覚えちゃった方がいいよというお話でございます。これも、簡単に回し方を説明しておきます。一番最初、凸型から出てきちゃったから、凸にしとこっか。はい。凸型はですね、こういう上から見たときは同じ形なんですけど、向こう側に上の色がついてるか、横に上の色がついてるかというこの2パターンがあるんですね。はい。じゃあ、回し方が簡単なこっちから説明をしておきましょう。凸の方向で見たときに、向こうについてる場合です。親指上に持ってきて、ひっくり返します。1、2。そして、薬指で下の面を押しちゃいます。ここ、押します。ぎゅ。はい。で、1個だけ立てて右手。ほい。上を2回回します。で、もう1回下に向けてあげます。そしたら、薬指が今、ここにセットされてるはずなので、この薬指を元に戻してあげます。ニュッつって。元に戻してあげただけです、こいつ。で、1個立てて、2回回してあげたら、揃います。私はこんな感じで覚えてるかな。あまりたくさんの情報を頭に入れたくないので、ここと2周ってことしか覚えてないですね。ひっくり返して、押す、2周、戻す、2周。こんな感じです。ひっくり返して、押す、戻す。こんな感じ。凸で横向きについてるとき、これはね、私、こうやって揃えてるんですけど、一応2つ説明をしておきます。こっち向き、凸の状態で横に色がついてるなっていうときは、こっち向きで持ってみてください。で、これ動かし方が簡単で覚えるのも簡単なので、こっちでもいいかなと思うんですが、2つ同時に持ち上げるんですけれども、セクシームーブっていう動かし方ありますよね。1、2、3、4。1、2、3、4。この動かし方です。この動かし方を初手2段一緒に上げてあげるんですね。2個一緒。で、1、2、3、4。2個一緒に上げた後は、ただセクシームーブの動かし方をやってあげただけです。で、2個一緒に上げてあげたから、5手目も2個一緒に落とすんですね。2個一緒に落としてあげた後は、1、2、3。こんな感じ。で、もう一つが、こっち向きで回す回し方で、私はもうこっちで回しちゃってるんですね。多分慣れるとこっちの方が早いです。いちいちこうやってダンって持ち帰る必要がないので、おすすめはこっちです。ですけど、私はもうこっちで回しちゃってて、私は初手がね、薬指の押し込みになるっていうのがちょっとやりにくくってですね、私はこっち向きで回しているんですけれども、これ非常に回し方が簡単なんで、よかったら、使ってみてください。こっち、こっち、こっち、こっち。なんかね、ジグザグみたいな感じ。こっちにやった後は、こっちに戻ってきて、で、こっち戻して、こっち、みたいな。おほほ、みたいな感じで覚えてますね。右手は、ポン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 って動かすだけなので、こっちは無視して大丈夫だと思います。やってみます。横についてる場合、参考までに。立てて、こっち。戻して、
こっち。薬指でペッてやってます。薬指で押しただけです。で、もう一回立てて、元に戻してあげるだけで、最初こっちにやったんで、戻してあげます。ほい。で、これも戻してあげます。ほい。こんな感じ。慣れるとね、そんなに難しくないんですよ。右手、左の薬指、左手、左の薬指かな。左の薬指を最後押し込みになるのかな。こうセットしてるやつをそのまま戻せばいいだけなんで、慣れるとね、そんなに難しくはないんですが、薬指の練習も兼ねて、個人的にはこっちの方をおすすめしたいんですよね。E パームとか G パームとかで薬指使うんですよ。なので、薬指の練習も兼ねて、結構、この動かし方、割とね、後々効いてくるところがあるので、いいんじゃないかなって思うんですが、まあ、回しやすいのはこっちの方かな。こんな感じ。はい、こんな感じ。上を見ると十字しか出てきてないんですけれども、横に向けたとき、こっちは一緒。全く一緒なんですが、横についているか、ここについているかなんですね。横にこうやって上の色がついているか、ここに上の色がついているか、という感じです。で、これね、どっちも回し方非常に簡単なんで、これ特に説明することがないです。じゃあ、横についてるパターンやってみましょう。くるくるくるって見てみたときに、なんか手前に2つあった。2つあったやつをこうして判断する方が分かりやすいと思います。最初ね、結構こんがらがるんですよ。私結構これとこれ、一番最初の初期の頃 OLL 間違えてですね、あれ正しい回し方したはずなんだけど、とか思ってたんですけど、判別の方法としては、合ってるやつを見つけたときに、チラッと横見てみてください。そしたら、横についてます。ついてるときっていうのは、こう持ってください。こうやって持ってあげるといいです。なので、一番最初十字しかねえなって思ったときに、手前に上の色がついてるというふうに見てあげて、チラッと横見ます。横見たときに、上の色が横についてるなってなったときは、こう持ってください。はい。回し方非常に簡単です。この状態からもう右手は動かしません。親指と人差し指ね。親指、人差し指、親指、人差し指、みたいな感じで、親指が上面に来たり、人差し指が上面に来たりっていうだけです。こっちを覚えた方がいいと思います。2回112です。やってみます。この状態。この状態。親指2回。人差し指1回。親指1回。人差し指2回。こんな感じ。2、1、1、2。こんな感じです。で、お次に十字、はい、いたなとなった場合、ちらっと見たときいないんですよね。そうなった場合は、ここに絶対上の色がついてます。今回白なんですけど、白下でやってる方は黄色。黄色がここについてる。こういう形ですね。こういう形になってると思うんですが、これも非常に回し方簡単です。2つ、回し方を説明します。一緒なんですけど、全く一緒なんですけど、手前に倒して、セクシームーブが得意な人は、セクシームーブ3回やってください。1、2、3、おしまい。こんな感じ。アンチセクシームーブが得意な人は、アンチセクシームーブを3回回してください。手前を倒して、1、2、3、おしまい。こんな感じ。私はこれ横向きで回してるんですけど、覚え方が非常に簡単なのはこっちなんで、ぜひよかったら、これも回せるようになってみてください。で、一番最後、穴ぼこ2つしか入ってねえぜ、斜めバージョンですね。これね、回し方がめちゃめちゃたくさんあるので、ちょっとどうしようかなと思うんですが、いっぱい伝えたところで難しいんですが、一応2パターン伝えておきます。まず1個目が覚え方が非常に簡単なやつですね。ここ穴ぼこ開いてるなっていうのを左下に持ってきたときに、左手前に上の色がついてるぜっていう向きで持ってみてください。これは、次にお伝えする回し方の時も同じです。この向き。ここに上の色がついてるという形で持ってあげて、右、右、左、左だったっけな。ちょっとやってみますね。右、右、
左。あ、できた。久しぶりだからな、この回し方。指使いを説明しますね。この状態です。中指と親指でこの真ん中列のところを持ってあげて、右手をこの動かし方をするだけなんですが、右手をまず人差し指でコテッとこっちに倒してあげたら、最初、左の薬指で押すんですね。押す。で、あとは元に戻してあげるだけです。左手で元に戻す。左手で元に戻す。こんな感じ。右手はこの動きをやってるだけです。手前、立てる。これだけです。手前、立てる。手前、立てる。これもね、ループで練習ができるので、ぜひよかったら、やってみてください。こんな感じ。はい。この回し方なんですけれども、こいつ、2つ目の回し方が、まあ、そんなに難しくはないんですが、さっきの回し方の方が覚えやすいっていうのがあるので、回しやすい回し方の方でいいと思うんですけれども、こいつ、この、以前ね、ちょっと動画でご紹介した干し柿。この干し柿の回し方の持ち上げるところをワイドにしてあげるだけなんですね。干し柿の回し方って、こことここに上の色がついてて、干し柿みたいな形になってる時っていうのは、この向き、1個しかないよっていうこの向きでもって、ぐるっと F、R、立てる、F プライムで立てて、R 単発で戻すんですけど、ここをワイドにするだけです。単発で戻してあげた後に、この F2L をここに突っ込むという風にやると、この干し柿揃うんですが、こんな感じ。これの持ち上げるところをワイドにしただけです。この向きでもって、F、R プライム、F プライムで持ち上げた後に、干し柿の時はこいつだけだったんですけど、ワイドにするんですね。で、あとは、1、2、3。ワイドで戻すと。こんな感じ。慣れるとね、こっちの方が早いと思うんですが、最初なんかね、ワイドをやったりするので、ってなるので、こっちの方が覚えやすいんじゃないかなと思いますが、まあ、ついでに説明をしておきます。F、R、F で戻してあげた後に、2個一緒に立てます。で、あとはアンチセクシームーブをかましてやって、2段一緒に戻すと。こんな感じ。私はもうこっちで回してるんですけれども、まあお好きな方で回せばいいと思います。という感じでですね、まあ OLL が7パターンできるようになったぜってなったら、OLL パートも PLL パートも2ルックで揃えることができるようになるんですよね。OLL は十字を出してあげた後にドン。PLL は Y パームで穴ぼこ4つ3つか、T パームで穴ぼこ3つ4つか。そして穴ぼこ3つ4つの時も4つが出てきたんだったらドンでできるし、3つが出てきたんだったらドンでできるし、みたいな感じで、まあ2手順、まあ要は最大4手順ですね。2段目が揃った後に最大で4手順で揃えていくことができるという感じになるのと、あとはね、やっぱ OLL がね、一撃で揃うっていうのが、まあ一撃じゃないんですけど、十字を出した後に一撃で揃うっていうのがやっぱりちょっと強くてですね、この辺でね、60秒、今の OLL の残り5つ、まあここですね。ここまで。早くしたいその2までですね。この早くしたいその2のところまでで、まあ60秒はほぼかからないと思うんですよ。まあこの辺だけでもね、多分全然、というか私はこの状態で23秒ぐらいだったんですね。この辺で。で、こっから47秒とか、まあ50秒、いや50秒とかかかってたかな。ここで一回50秒ぐらいに行ったんですよね。だからこの辺でね、30秒切るっていうのは結構簡単です。ここまでで。その2までで。で、さらに、まあもうちょっと早くしたいという場合は、ここでそんな風にガシガシなんかこう面白いなと思って別に回し続けてなくて大丈夫なんで、まあこの辺まで、ざっくりこの辺までですかね、チュートリアルというか、この辺まで覚えてしまったら、ここからまあ60秒この辺で切れるか切れないかぐらいになってきてたら、もう一気にここ行っちゃっていいと思うんですよ。F2L。その他の PLL の残りのやつは、まあ気分で覚えればいいので、基本的にはここ、に行くといいと思うんですね。で、まあちょっと F2L がないバージョンなんですけれども、ちょっとざっくり揃えてみますね。まず1段目を入れてみますね。どこにいるんだい？ここか。合ってる？入れてる場所。合ってるかな？携帯の画面で見てると、なんか、間違ってるような気がするんだけど、合ってるかな？
うふ。よし。はい。というわけで、こことここね、ちょっと入れ替えたんですけれども、めったにこんなん使わないけどね、まず1段目がこうやって綺麗に入ってるなんていうのは判断できないんで、側面が一緒で、こことここだけ交換したいっていう時とかは、これで2周回してあげれば、こことここ交換できるよと。めったに使いません。めったにつうか、私は通常のソウルで一度も使ったことないです。今、本当に偶然出てきちゃったんで、知ってるから回そうみたいなんで、ちょっとかましただけなんですけど、使う必要ないです。で、はい、ここです。9時の形なんで、アンチセクシームーブで、別にこれセクシームーブでもいいんです。6時、違う、3時半の形でワイドでセクシームーブやってしまえば、10時出てくれるんですけど、好きな方法で出してあげたら、はい、今回スーンでしたね。スーンを揃えてあげた後に、ヘッドライトがあるぜってなったら、T を揃えてあげたら、一発で角っちょ全部揃うよと。で、U パームを揃えてあげればいいよと。スーンやって、スーンやって、こんな感じです。みたいな感じで、結構ね、早く揃えられるんですよね。で、F2L、もう全然タイムとか早くなくていいので、パズルの楽しさっていう意味で F2L、覚えていくと、より、なんていうんですかね、あまりタイムが速くないときって F2L をやっても大して変わんないんですよ、タイムとかは。で、そもそもそんなにね、速くなろうと思ってキューブ回してる人もごく一部じゃないですか。だから、単純にそのルービックキューブっていうのは、いろんな解放っていう意味で F2L っていうのを追加していくって考え方がいいと思うんですよね。早く揃えるっていうよりは、F2L っていうやり方をやった解き方がある。というような考え方でやっていくと、あんまり苦しくないんじゃないかなって思うんです。で、F2L を速くするための、要はチート技として頑張って覚えようって考えてしまうと、結構しんどいんですよ。結構しんどいんですよ。だって速くなんねえんだもん。F2L やったところでタイムが速くならないから、本当に苦しくて。なんですが、あまりタイムが速くない時に、この2段目を一緒に見つけてやろうぜっていうのをやっていって、だんだん見えてくるのも楽しいですし、そこでちょこちょこタイムを測ってて、どんどん速くなっていくっていうのがとっても楽しいと思うので、ざっくりこんな感じ。私が考える最短ルートとしては、まず T パムとスーン、Y と H と Z。で、その次に OLL。この辺で、もう要は十字の OLL7 パターンと Y、H、Z、T。ここまでの11個ですね。11個のパターンっていうのを瞬発的に判断できるように、していくっていう感じでもいいし、もうここでやめちゃっても全然構わないと思います。これでだって30秒とか普通に切れちゃうから。いや、本当に。特別なことしなくても、この11手順だけ覚えてれば30秒って切れます。これは別に、あんたが頑張って練習したからでしょとかそういうことじゃなくて、この辺の手順までで30秒っていうのは楽に切れるので、別にそこでもういいやっていうのが私でした。だって F2L って聞くとさ、すげえテクニックな感じがして、もうこの横文字聞くのが嫌だったのよ。もうだってさ、で、蓋を開けてみたらさ、41個しかも、だって、どこにあるかわかんないんでしょと。どこにあるかわかんないパーツを探してさ、どうやってそんなにすぐにこうやって見つけてさ、それをIT 化って、どういうことみたいな感じですごい大変だったんですけど、私はその大変だった状態でやっちゃったんですが、以前、動画を投稿しているように、特に難しいことを考えずに、ペアを作ってあげればいいだけだよと。あれ入ってない。ペアを作ってあげればいいだけだよっていう考え方をしてあげるだけでも結構ね、楽しいんですよね。難しく考えちゃうとやっぱ難しくなっちゃうんで、本当に楽しみながらね、F2L は自分で発見していくのがいいと思うんですよ。最初は上にある形がいいんですけど、上でいいか。上でこうやって出しちゃって、どうやって IT 化してやろうかな、みたいな。おほほ、みたいな。こんなんね、発見できるわけないから、私はこれちぎってだけど、こいつはこれをここに、こうひっくり返した状態でここに持ってきてやれば、T 型出てくるぜ、みたいな。私はこれもう昔からずっと I 型を作ってたんですね。乗っける。落っことして乗っける。落っことして乗っけるっていうね。ちぎって落っことして乗っけるってやってたんですが、これは、こうやって
I 型ができるよと、嘘ついた T 型ができるよというような感じのこととかを結構こう考えながらやってみると非常に楽しいんですね。なので、F2L のところっていうのは、F2L の動画でお伝えした通りなんですが、本当に気が向いたらやってみるといいと思うんですが、私はね、もうこういう段階で F2L を入っちゃっていいと思います。私はここで一旦止まって F2L をやって嫌になって多分割に行ったと。だからここがね、めちゃめちゃ長かったですね。ここのパートが非常に長かったんですが、もし、最近揃えられるようになったとかですね、ピントが合ってないね。最近揃えられるようになったとかですね。あとは、例えばこの辺、もう全然この辺の方多いと思うんですよ。私の友人は、大人の友人はここですね。ここだけ。ここ全然覚えてないです。H だけちょっと回せるかな。結構ルービックキューブできるぜの第一段階ってここな気がするんですよね。ここ。ルービックスのやつとかで見てたら、ここ A パームになってるはずなんですよ。私は A で覚えたんですよ。あれもね、難しいよね。今なんかはさ、A パームっていうのがどういうものなのかっていうのが分かってるんで、A パームってどうやって回すんだっけ？こうか。なんかね、3点交換をしろっつってきたんですよ。なんか合ってるところを1個だけここにセットして、なんか、今、ルービックスの説明書あるんですけど、全くわけが分かんなくて、で、なんかその合ってるやつ、だから、例えばこれでもいいですよね。こいつをなんかこの辺にこうやって合わせて、ここが綺麗にこうやって合ってるから、合ってるやつをなんかこう、わかります。だからね、ルービックキューブの揃え方で、私も T パームなんかは、ヘッドライトがあるやつを左に向けてねって言ってるんだけど、それがわからないっていう人がいるのもよくわかります。よくわかるんですよ。だからやっぱりね、ルービックキューブってもう何度もその揃え方を見るとか、一生懸命その揃え方をアウトプットしていって身につけていくっていうことが大事だと思うので、ここまでできるだけで十分です。十分だと思うんですが、結構ここで終了してる人って世の中多くないですか？なんですが、たったこれだけ。F2L なんて別にやんなくてもいいです。やんなくてもいいんで。たったね、Y パームと HZ、あとは残りのこの十字 OLL の5つ覚えておくだけで、誰でも30秒切るぐらい。30秒切るのは結構一生懸命頑張らないといけないかもしれないけど、私がここの記憶がないんですよね。なんか気づいたら25秒。その時 AO100 とかを測るほどじゃなかったんですよ。なんか面白いなと思ってちょこちょこ触ってただけで、なんか23秒ぐらいでできたら神っていうレベルでしたね。25秒ぐらいが上手にできたなみたいな感じで、おそらくですけど100のタイムをこの時測ってたら26秒とか25秒とかだと思うんですよね。いや、もうちょっと遅いかな。でも全然この時はタイム測ってなくって F2L をやり始めて嫌になって多分割に行って、で OLL をこの後に覚え出したんですけど、その辺ぐらいからですね、20秒前半ぐらいになってなんか永遠とスマホをタップするようになったんですよね。だからこの辺です。私はこの辺。うるさいと余って回せと。この辺はね、もう OLL を勝手にもう覚える人覚えます。早く回すためには、これが瞬発的に判断できるようになったり、PLL21 個全部覚えちゃったら、OLL、覚える人勝手に覚えるのよ。で、覚えなくっても全然20秒切ることってできるんですね。これだけで。特に F2L が超強い。F2L が超強いので、ここまでで20秒を AO100 切るってできます。100% できます。できるんですが、やっぱ安定して、20秒切りたい。もちろん15秒、10秒台前半に行きたいっていうのであれば、GG メソッドを極めるっていう手もあるんですけれども、OLL、残り50個覚えちゃうという感じでやっていくといいんじゃないかなと思うんですね。はい。なので、ちょっといろいろね、回し方の説明の方が結構長かったかもしれないんで、最後、まとめです。一番最初、T パームとスーンで6面を完成させてください。頑張ってね。で、その次に T パームだと上の形がヘッドライト出てきてねと2回回さないといけないのめんどくさいんで Y で回してください。Y パームの回し方ね。で、穴ぼこ4つ出てきてるときってスーンを4発やるのめんどくさいんですよね。なので H と Z を覚えちゃいましょうと。で、その後に十字の OLL のパターンってたった7個しかないので、十字の OLL のパターンを残り5個覚えちゃいましょうと。で、余裕ができたらでもいいし、この辺までを1セットと考えてもいいと思うんですよね。で、ここまでで60秒とかは余裕で切れるようになっちゃうんで、そしたらここに入ってみるといいんですよね。ここからパズルですね。ここまでは、ある意味暗記ゲーではないんですけど。で、こっからパズルみたいになってくるんで、やってると一気に面白くなりますね。で、こっからはド M ゲーですね。とにかくマゾの人じゃないとね、回せないです。ここはね、多分ここまでいってる人は大体全人類 M です。ド M です。
俺ド S なんだけどね。まあ M の人はここまで行くといいんじゃないかなと思いますね。そんな感じです。参考になりましたでしょうか。私が記憶をなくした自分にですね、どういう順序でやっていけば効率がいいかっていう説明をするなら、私はこうですね。この説明をします。で、もちろんこれを強要はしません。それはもちろん自分の記憶をなくしたクローンかドッペルゲンガーか分かんないですけど、そいつにも強要はしないですし、もう皆さんにも強要はしません。こういう方法でやっていくと効率がいいよっていうだけで、もちろんもうここだけでいいやと。なんか H とか面白かったから覚えたけど、十字 OLL はめんどくさいからいいやと。いろんなところで止まる方がいると思うんですけれども、それでいい。でね、面白かったら結局この辺まで来るんですよ。なんか自然と来ちゃうんです。私はここまで来るのめちゃめちゃ時間かかったんですけど、やる気がなかったんで。なんですけど、この辺ぐらいからもうめちゃめちゃ面白くなって、ずっとタイムを測るようになったっていう感じで、ここですね、キューブの魅力に取り憑かれたの。この辺は、なんか、手順を覚えるのが楽しかったっていうだけで、早く揃えるっていうことを、今もそうなんですけど、あんまり興味がなかった時だったので、新しいことを覚えるのが私好きなんですよね。だからやっていこうという感じで、なんか思い立って F2L やって、どん底に落とされて、で、思い立って OLL やってみてとか、思い立って GG やってみてとか、なんかそうそう、新しいことを覚えるのが好きなんですよね。なので、私ではないですけれども、何かね、新しいことを覚えるのが好きだよという方とか、単純に、スピードを速くしたいという方がいらっしゃれば、ぜひ、頑張って、いろいろ手順を覚えてみてください。いやまさか自分がね、十何秒で揃えられるようになるとは思わなかったんで、何が起きるか分かんないですね、本当に。みんな、例えばこうやってやってさ、いや、ここまで覚えたら30秒切れますよとか言ってみんな偉そうに言うじゃない。いや、あんたはなと。俺30秒なんつったら、クロス揃えた後に1個ぐらいしかまだここできてねえよと。完全一面ができて、1個ここ入ったぐらいだぜと。どうやってそれで完成させんだよと。20秒？いや、できるわけねえだろと。思ってました。私も思ってたんですよ。ですけど、なんか長くちょこちょこ触ってたら勝手にこんな風になっちゃったっていう感じなんですが、一番のね、大事なところはやっぱり F2L じゃないかなと思うんですよね。なので、気が向いたら F2L、やってみるといいでしょうし、あとはこの辺の OLL を覚えていくようなエトセトラといいますか、アドバンスといいますか、チャレンジ、挑戦ですよね。この辺はもう趣味ですね。そもそもキューブを揃えること自体が趣味なので、いい趣味を持ってると思うんですけれども、こんな感じで順序よくね、やっていくと効率よくタイムを縮めていくことができるよというお話でございました。いやー、ガンの14出ましたね。なんかやっぱここのマグネットの調節はできるだろうなっていうのは予想してたんですけど、やっぱそうですよね。XS とかみたいにね、カチャカチャここが調節できるっていうのって堅くなに出さなかったじゃないですか。11、12、13で。だから14でここは調節できると。ここですよね。こことここのマグネットですよね。この調節ができるよとかいうのとかもあったんですけど、ガンの14もね、結構言いたいことはいろいろあるんですけれども、私はちょっと期待しているキューブが1個ありましたね。グホン。グホンね。天才だと思ったのがね、サイズ展開で攻めてきたところ。最高だね。54のグーホン。55.0 のグーホン。56.0 のグーホン。天才だね。天才。期待しててください。ガンの14はいらないけど、グーホンはね、ちょっと買ってみようかなって思ってるんで、もしね、手に入ったら、ちょっとレビューをしてみようと思います。一緒なんですよ。55.0、これ 55.1 かな。一緒ですけど、55.1 と 55.0 のグーホン、コアマグネットが入ってるやつ。で、ここには多分マグネットはついてないと思うんですよね。コアのグーホンも。なので、全く一緒なんですよ、これと。全く一緒なんですけれども、なんで買うんだろうね。そんな感じでございます。本日も皆様の貴重な時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。こればっかりはたくさん回さないと早くはならないので、この辺まではチート技ですね。チート技を覚えていって、どんどん速くなっていくよと。あと、もうこの辺はとにかくたくさん回していけば、1年後、2年後、3年後、どんどん速くなっていくよという感じなので、よかったらね、この辺、F2L のところまで参考にしてくださればと思います。いつもご視聴くださりありがとうございます。ではでは、熱中症にお気をつけください。まったねー。